皆さんこんにちは、なおです。今月の買ってみた、早速やっていきたいと思います。まずはガンプラから RG のニューガンダム、今月発売されたばかりの新しいキットです。このキットちょっとだけ中を見てみたんですが、 RG のお約束アドバンスド MS ジョイントですね、あれがファンネルのとこくらいにしか使われてないんですよね。ということはこれって実質144分の1のマスターグレードみたいな感じだよね。塗装する方は嬉しいんじゃないでしょうか。はい、続きましてマスターグレードのデルタプラス、これ新品で購入したんですが、なんか箱が古い感じ。発売されたのは2011年なので、もしかしたら売れ残りって可能性がありますね。あんまり人気ないのかな。私も気にはなってたんですが、今まで結局買ってなかったので、そういう人が結構多いのかもしれません。はい、続きまして先日の生放送ですでにネタバレしてるキットをまとめて紹介したいと思います。まず最初は HGUC のリバイブ版ゼータガンダム、これは先日の生放送で素組みをしたキットです。あとこの胴体の続きの素組みは素組みレビューの動画を上げてるので、まだ見てない方はぜひチェックしてみてください。続いて HGUC リバイブ版のガンダム M2、 そう、100式から始まってリバイブ版に少しハマってしまって、今月はゼータ関連のキットをかなり購入してしまいました。ティターンズカラーの M2 は RG にしました。このキット発売された当初はすごく人気で、プレネがついてた記憶があるんですが、今は普通に買えますよ。エウゴ版には入っていないボーナスパーツがついてくるのも嬉しいです。続いて HGUC のアンクシャ、これはガンダム UC に登場する機体なんですが、ゼータガンダムにも登場したあの機体の後継機という設定ですね。顔がドムからジムに変わってます。はい、続いてスーパーゴッドスーパーのベジット、たまにはガンプラ以外のキットを作ってみるのもいいかもしれません。はい、まだまだ続くのでここからは2つずついきます。 HGUC のハンブラビとバイアラン、このハンブラビの白い関節を見て思い出すのが、そうメッサーラの悪夢。これを組み立てるときはちょっと対策をしてから組み立てようと思います。とりあえずストット G。 バイアランの方は大きめの箱にぎっしりとパーツが詰まっています。比較的色分けがしっかりとされているようなので、これも作るのが楽しみです。はい、続きまして HGUC アッシマーとバイアランカスタム。アッシマーの後継機がアンクシャーとかっていう風にね出されると、どうしても比較したくなるんでね、欲しくなっちゃいます。なんで急にここまでゼータ沼にハマったかというと、現在 Amazon プライムで機動戦士ゼータガンダムが公開されてるんですよ。それを見ながら100式を作ってたんで、多分それが原因かな。特にゼータ系のモビルスーツは変形シーンとかがあるので、実際に自分の手で変形させられるっていうことになると、やっぱり欲しくなりますよね。最後はガンダム UC からネモとゼータプラス A1。 ゼータプラスは本当は C1 が欲しかったんですが、なかなかプレ版で再販されないので A1 を買ってきました。今月も本を買いました。先月に続いてマスターアーカイブの今度はゼータガンダム。ゼータはもちろんなんですが、100式のイラストもあったので制作の参考にしたいと思います。カラーは今月3色購入しました。フィニッシャーズのセルリアンブルー、あとペパーミント、それにガイアノーツのストーングリーンです。3色とも似たような感じの色なんですが、微妙に色の濃さが違います。続いてツール関連いってみたいと思います。タミヤから発売されている
タミヤ精密ノコギリ3です。同じような商品が何種類か発売されているんですが、今回は 0.15mm 幅のカットタイプを購入してみました。俗に言うエッチングソーという商品なんですが、これはデザインナイフなどのグリップに取り付けて使うタイプです。グリップの部分を折り曲げて重ねることによって強度を確保しているようです。エッチングソーは昔使ってたんですが、結構すぐに曲がっちゃうんですよね。だからこういった工夫がされているのは素晴らしいと思います。折り曲げる箇所には折り目のようなものがついているので、特に特別な工具とかがなくても曲げることができます。デザインナイフに取り付けるとこんな感じになります。構造的に先端の方は曲がりやすいので注意しながら作業していきます。はい、ここでハイパーカットソーとの切れ味対決をやってみたいと思います。使用するプラ板は厚さが 1mm、縦の長さが約 1cm になります。同じ箇所をそれぞれ10回ずつカットします。まずはタミヤから。続いてハイパーカットソーです。はい、というわけでハイパーカットソーは約 10mm、 タミヤの方は約 2.5mm から 3mm 切ることができました。タミヤの方何回か試したんですが、思ったほど切れ味は悪くないです。今後動画の中で使っていきたいと思います。はい、続きましてウェーブのタングステンカーバイトビット。これは電動リューターの先端に取り付ける工具になります。はい、そしてその先端工具を立てるスタンド。これ自作しようかと思ったんですが、ちょっと自分でうまく作れる自信がなかったので購入しました。はい、続きましてステンレス製の筋彫り用のテンプレート。こういったものがあった方が便利なのかなと思って試しに購入してみました。エッチングパーツのような感じでランナーについてくるので、まずは取り外してから使用します。サイズはこれくらいで小さくて結構使いやすそうです。縁のラインに沿ってある細かい点線は貫通しているので、ここにニードルを刺したりすれば位置合わせなんかにも使えそうです。試しに筋彫りを入れてみます。実際使うときはマスキングテープなどで固定した方がいいと思います。映像で分かりやすいようにガンダムマーカーで墨入れをしてみました。仕上がりはこんな感じ。なかなか良くないですか？さらにコーナーに 0.5mm 幅のモールドを入れるとこんな感じ。手軽にしかも正確にモールドが量産できるのがいいと思います。他にも使えそうな形のものが入って1200円なので結構お買い得じゃないかなというふうに思います。はい、今月は比較的幅の細いタイプの平やすりを2本購入しました。一つはクレオスの極み運用平行短目平細。もう一つは筋彫り堂の薄刃おにぎりです。運用の方は幅が約 6.8mm、 厚さが約 2.1mm です。同じ運用の粗めと比べるとサイズ感はだいたいこんな感じ。試しにプラ棒を削ってみたんですが、かなりしっかりと削れます。これは期待通りの切れ味です。続いて薄刃おにぎりを見ていきたいと思います。おにぎりの名前がついた鉄やすりはすでに4つ持っているんですが、これで5つ目になります。鉄やすりで何かいいのを探してるんであれば、とりあえずおにぎりを買っとけば間違いないって感じですかね。ちなみにこれは案件動画ではありませんので安心してください。スペックは幅が 4mm、 厚さが 1mm です。薄刃っていうくらいですからね、結構薄い作りになっています。薄い作りなので若干しなる感じになっています。なのであまり力を入れすぎないようにした方がいいかなというふうに感じました。ただ実際に使ってみるとあまり力を入れなくてもサクサクと削れます。
さすがおにぎり。運用の切削面は若干ざらついた感じはあるんですが、このヤスリは仕上げ用ではないので、これくらいで普通だと思います。おにぎりの切削面はかなり滑らかです。切れ味は両方とも素晴らしいので、私は両方買って正解だったと思います。続いて今回の目玉です。はい、ついにうちにもアメイジングカッターがやってきました。私は普段あまりプラ板で工作することがないので、今まで買ってこなかったんですが、足の延長などに使う分厚いプラ板を切るのに便利かなというふうに思って購入しました。続いて小型のバイスを購入しました。パーフェクトバイスだとちょっと手に持つと重たいんでね、これだと便利かなというふうに思います。あとパーフェクトバイスと違ってネジを右に回すとバイスが閉じます。やっぱりこれじゃないとちょっと使いにくいです。はい、次で最後になります。はい、RP カッターです。以前アンケートでアメイジングカッターと RP カッターどちらを買った方がいいですかというふうに尋ねたら、両方買えという答えが一番多かったので購入しました。アメイジングカッターと RP カッターのレビューは今回やるとちょっと尺が長すぎてしまうので、別の動画で行う予定ですので、そちらもぜひチェックしてみてください。はい、というわけで今回はここまでになりますが、いかがでしたでしょうか。いや、今月はね、さすがにちょっと買いすぎたかなとは思うんですが、キットの方はなるべく消化していくのと、あと工具とかもどんどん動画の中で使っていきたいと思います。来月はちょっとお茶漬けで乗り切るしかなさそうです。この動画最悪だわという方はバッドボタンを、いやなかなか良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ここまで動画を見ていただきどうもありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。